はい、ババンババンバンバ、アミバミバミババンババンバンバ、アミバモ、ババンババンバンバ、アミバミバミバババンババンバ。リコさんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに夕飯の残りのカリカリと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、グレーのグーちゃん、三毛猫のたまちゃん、白黒のくたくん、白っちゃのゆりさん、私の、後ろにいてしまったのが、チャトラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活って、どんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のビーチュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。ねえ、鰹節が見事に吹っ飛んでるな。ぐーちゃんが拾ってくれてるけどな。はい。で、1日1個。猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティス。まちゃくん、ジャスティスな。ああやってさ、食べないのよ、まちゃはな。はい。しょっぱ。塩入りのさゆでございます。隙間から見える。たまちゃんがかわいいな。今日も寒いんだけどさ。なんなの寒いんだけど今日もみたいなね。今日はヒーターをさ、早々というか、9時ぐらいから、8時ぐらいからつけ始めて。にゃんこね、もうこたつじゃなくてヒーターの方が好きみたいでね。夏の中には今誰もいないね。でさ、そんなクソ寒いのにさ、てんたまさん、今夜もジャスティス。藤子さん、皆様、こんばんは、ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。そう、だからこのクソ寒いのにさ、寒いなと思ってさ、潜ってたわけ、私はこたつの中にさ。で、テントの中にさ、なんか虫が入ってきて、で、なんか蚊みたいな虫が飛んでんなーなんて思って。で、テントの中入ってきて。
で、止まってる姿を見たらさ、なんか蚊なんだよね。蚊だけどさ、まあ、なんでこんなクソ寒い真冬にな、蚊よりによって蚊みたいな感じだったんだけど、まあ冬の蚊だからね、別に刺すわけじゃねえだろうと思ってさ、ほっといたわけよ。だけどさっきなんかさ、腕がもうかゆいなと思ってさ、で、見たらさ、めっちゃ腫れてるわけ。なんだろう、わかるかな。腫れてる。めっちゃ腫れてるわけで、あれと思ったらさ、これ、すっげえ腫れてんの。もうさ、何それ。なんでこのクソ寒くてさ、こんだけ着込んでさ、こたつの中に潜ってさ、で、しかも家の中でもさ、テント生活してるっちゅうのにさ、なんで私は蚊に刺されなきゃならないの、こんなに。もうなんだみたいなね、もうね、悲しすぎ。そんな感じでございますね。ケンタマさん、腫れてますね。ね、もうさ、赤いし、めっちゃこれ、かゆいと思ったら、こんなに腫れるみたいなね。もう何なんだろう。蚊じゃないのか。ケンタマさん、ね、蚊でこんなに腫れますかね。もうなんでと思ってさ。いや、はい。で、今日は何だったっけ。今日はね、頑張ったと思う。頑張ったと思うんだけど、今日何してたか覚えてないんだよね。だから今週はさ、雨だからと思って、今日できることやっとかなきゃと思ってさ、なんか気持ちばっかり焦ってただけで、なんか何したか覚えてないって感じなんだけど、洗濯だな。洗濯とりあえずしなきゃみたいな感じで洗濯はしたし、あとゴミ出しだったんだね、今日もね。なんか今日のうちにいろいろしなきゃと思って、気持ちばっかり焦ってたけれども、ゴミ出しだったんだよね、今日ね。ゴミ出ししなきゃいけなかったと思ってさ。いや、来たのね、ゆりさんね。はい。来た。はい。明日、雨だからな。洗えないんだけどな。まあ、ゆりたんが幸せでいてくれるならいいよ。で、ゴミ出しして、どうしたんだっけ、洗濯して、で、あとあれか、フニータの歌の動画作ってみたんだな、そういえばな。なかなか猫が騒いでな、何回も撮り直し、何回も撮り直ししたんだけど、もういいやと思って、アカペラでっていうのかな、メロディーだけ、フニータの歌のね、動画を作ってアップして、であとは、どうしたんだったっけな。えーっと、覚えてないな。ご飯炊いて、今日は納豆を買いに行ったのか。今日納豆を買いに行って、納豆ご飯食べて。で、昼のうちにご飯食べちゃったからね、夜お腹が空いて、どうしようかなと思って、で、今日はさ、歯医者行った帰りのね、マイバスで、10割そばが売ってたわけよ。10割そばが、30%引きになってたわけ。10割そばだよと思って、30%引きかと思って、だからそもそもがそんなに安くないんで、30%引きになったところで、まあそんなにお得感あるかどうかわかんないけど、まあ10割だからね、で、原材料を見ても確かに、国産そばとしか書いてなくて、だから小麦粉は入ってないわけよ。だから、小麦粉入ってないね、備蓄できる商品は、なかなかね、珍しいから、買っとくかと思ってね、買ってきて。で、だから300いくらぐらいのやつの30%引きだったんでね、まあ200いくら消費税で
とさ、消費税高いよな。だから消費税入れなければ200円ぐらいなのにさ、消費税で20円取られたもんな。まあ高いよな、みたいな感じで、そんなん買ってきたかな。あと今日はにゃんこのカリカリ買わなきゃと思ったんだ。今日はにゃんこのカリカリはね、ひとまずそれだけは買いに行かないとあれだからと思ってさ、なんだっけ、ドラッグストア、松清系のドラッグストアね。で、そこが、アプリがなんか新しくなったらしいんだよね。それ知らなくて。で、お会計の時にいつも通りのさ、アプリを使って、お会計しようとしたらさ、なんかアプリが新しくなったんで、それにしませんかと言われて、レジのところでまさか新しくアプリをダウンロードして、で、ログインして、みたいなね、会員登録して、みたいなね、ことをやって、で、にゃんこのね、カリカリを今日は、買ってきましたな。そんな感じの、今日の、お買い物のご報告。なんか、ぐーちゃんの動き怪しくて、何なのよって感じなんだけど。なんでみんな、ね、こたつの中入んないでさ、こんな周りにヒーターの前にもいないじゃんか。あれかこれが邪魔なの。よいしょ。まだカリカリ残ってんじゃんかよ。いやー、鰹節だけ食べちゃってさ、カリカリはまだ残ってるな。10割そば。てんたまさん、こちらでは 200g300 円ぐらいですね。まあ、そうだよね。10割そばだからね。だからね、元値が多分そんくらい、そう、200g だった。200g で320円かなんかとかってシール貼られてたから、そんくらいだと思う。ね、それの30%引きで200円ぐらいで買えてみたいなね。まあ、10割だから。いいかっていう感じだけどさ、まあ、あっという間に食べちゃうだろうな。たぬこさん、こんばんは。ボスは本日もしぶとくやっておりますよ。てんたまさん、たぬこさん、こんばんは。たぬこさん、てんたまさん、こんばんは。てんたまさん、たぬこさん。来てくれてよかったね。ごめん、一人ぼっちで。またこんなんなっちゃったな。また誰も来なくなっちゃったな。相変わらず影響力のない、女だよ。カニだけは、こんな、影響されてるけど、影響されてるけど、影響を与えられない、女だよ。カニタさん、こんばんは。ジャスティス、ありがとうございます。センタマさん、カニタさん、こんばんは。そうは本日もしぶとくやっておりますよね。蚊に刺されてますけど。真冬のクソ寒いのにな。蚊に刺されてますけどって感じ。で、あと何したんだっけ。なんかいろいろとあったはずなんだけど、まあ、な。そうで、また申し込みだけしちゃったんだよね。申し込みだけ突然なんだけど、しちゃったんだけどさ、なんだ、高松行きの、高松行きの飛行機に申し込んじゃったんだよねっていう感じなのね。それがさ、だから、その格安の飛行機で北海道行くことになったじゃんかと思って。で、九州も行くじゃんかと思って。そしたら、あと行ってないのって四国だなって思ったわけよ。四国だなと思って。で、四国行きの飛行機ってなんだろう、どこで乗るんだろうなって調べてたわけよね。そしたら、ジェットスターなのかな、四国に行くのはね。で、羽田からどうやら行けないっぽいんで、羽田に行こうとするといる。私の血をめっちゃ吸ったやつがいるな。なんか体が赤くなってるんですけど、私の血だろうみたいな感じだな。で、ジェットスターだったんだよね。で、そっか、羽田から行けるのないのかと思って、まあ、アナとか JAL とか、そういうので行けば行けるみたいなんだけど、そうじゃなくてね、格安の、
で飛行機で行こうとするとさ、いるんだけどさ、画面の私の顔狙ってんじゃねえよ、みたいな。なんなんだよな。はい、なんか重そうだよ、飛んでる姿さ。なんだよな。はい。でも、もう勘弁してください、本当にね。で、なんだっけ、高松じゃない、そのジェットスターで調べてたわけよね。そしたら、その高松行きのやつが1980円とか、なんかそんな金額だったわけよ。と思って。だからそれは、1日だけっていうのかな。夜の時間帯だったわけよね。で、確かに朝だと間に合わないわけよ、成田にさ。で、最初はその次のね、夕方の便っていうのかな。まあ、午後に出て、で、成田着くじゃん。で、飛行機乗るじゃん。で、高松着くと、高松にはまあ夕方ぐらいになっちゃうみたいなね。で、まあ、そこから数時間、観光して、で、夜の便で帰ってっていうふうに最初は思ったんだけど、それでもね、なんか手数料なんかジェットスターっていろいろとさ、なんか追加されるのな。なんか追加で、なんでそんな金額になるのみたいなね、謎な金額になって、なんかちっとも安くない上にさ、大していい時間帯でもないからさ、なんかやめたと思ってさ、一回閉じたんだよね。それがさ、今日なんか1980円とかっていうのがあって、何それ何それみたいな感じで思って見たわけよ。で、夜の便だったんだけど、そうだな、逆に夜だったら、まあ、うちから成田には行けるわけじゃん。で、夜の便で行って、で、一泊っていうのかな、して、翌日帰るっていうのにすれば、まあ、平和なのかと思って。で、それでね、飛行機自体は確かに安く取れたんだけど、いや、一泊すんだよね。一泊すんだよね。飛行機申し込んじゃったけど、と思って。で、一泊するとなると、宿泊いくらなんだいと思ってさ、あるのかい土地勘ないところだからな、なんて思って。で、調べて、そしたらまあ、たまたまアパホテルが空港のそばにあるアパホテルがあるらしいんだけど、それが安かったんだよね。その日がちょうどさ、5000円ぐらいだったんで、ただまあ5000円プラスするとなると、普通に飛行機で行った方のが安かったのかどうなのかなんてね、考えてみたんだけど、いや、5000円足したところで普通に行くよりは安いなって思ってね。そしたらいろいろと経験できるから、まあいいっちゃいいかみたいな感じで、また勢いでさ、申し込んだわけよね。だから結局今年、全然さ、今年やるべき100の目標で、そのね、本州以外のところ、制覇するなんてさ、目標立ててなかったんだけど、ただまあ飛行機、格安の飛行機、に乗るとかっていう目標は、もしかしたら立ててたかもしれないんだけど、なんか今まではね、毎年立ててたんだよね。で、結局それは実行できずにいたんだけど、もしかしたらだから今年もそれは立ててたかもしれないけど、思いがけずさ、全部制覇、まあ、こまごまとしたね、島々には行かないけどさ、本州以外のところ、今まで行ったことなかったのにさ、なんだっけ、大島以外な。なのにさ、急に何なんだろう。急に何なんだろう、この流れ。みたいな感じでね。もうなんか今年全部制覇。まあ、それ実行できるかな。できる感じになりまして。今日はね、全然忙しくて、そんなことやってる暇ないと思ってたくせにね、朝っぱらから、そんなことからね、スタートしましたよ、みたいなね、感じだったんですよ。
ジャスティス。こんばんは。これ、蚊じゃないでしょうね。でもさ、蚊なんだよね。見てるとさ。ねえ、天玉さん、なんと高松ですと、そうなのよ。そうなのよね。うどん冗談で言ってたら、実現するね。うどん食えるね、と思って。だから、うどん食えるから、食事は別にまあいいとしてよ、と思って。宿泊すんのか、と思って。そしたら、あれ、宿、空港の椅子で寝てていいのかなとか考えたんだけど、ダメかな、やっぱり怒られるかなとか、いろいろ考えてな。カニタンさん。家にある消毒用アルコールスプレーで、顔を重たくして、叩く作戦はよくやってました。へえ、アルコールスプレー、水分があれか、かかって重くなるから、そこでひよったところをパンと。なるほどね。そうね、置いてあるもんね、消毒用アルコールな。それをパッと取ってってことよね。なかなか霧吹きとかはね、観葉植物育ててるとかいう人でなければないかもしれないけどな。確かに。テンタンさん、ちなみに何月の便を予約されたんですか？そう、そこがさ、悩みどころだったわけよ。だから北海道に行く予定を立ててたのが、5月だったわけよね。だからそれをさ、移動できないかなって一瞬思ったんだけど、いや、待てよ、これも、だから期間決まってるやつ、だから期間が決まってるので、この期間だったら安いよっていうやつを申し込んだはずだよと思って。で、大概私はそれの一番後ろの方に、予定立てるんだよね。だから、これダメだ、多分、あれだ、移動できないやつだと思ってさ。そうすると、北海道行くよ、行って、で、今度高松行って、みたいなスケジューリングになるんでさ、ちょっとハードだぞ。しかも宿泊すんだよね、みたいな感じで。ちょっとこの辺ハードだぞ、なんて思いながらね。5月のね、5月の末がね、1日だけね、1980円だったっけな。何それと思って。なんでそれで飛行機乗れんのと思ってさ、なんか乗りたくなっちゃったんだよね。で、それが、他の日は、だからね、安くって、他の日も安くって、3980円とかだったかな。だから3980円だったら往復して、まあ4000円で1枚いかないから、ほら、この前のキュンパスを考えればさ、ね、そんなもんだったらいいじゃないってふうに思うんだけど、ただなんかジェットスターってすごいさ、なんか追加されて、なんか1万超えるんだよね。まあ3000いくらじゃなかったけどさ、3000いくらじゃなくていくらだったかな。もうちょっと高かった気がするけど。でもまあ4980円とか、まあ5000円ぐらいと考えて、洋服で1万円で済めば、まあいいかなんてふうに思ったのにさ、なんかすごいプラスされて、なんでやこりゃって思ったんだよ、最初ね。それが今日さ、なんか1900とかって思って。で、まあ、ね、その時間帯だけだから、帰りはでも3980円で、それでもさ、飛行機で3980円って考えたらさ、なんか安いじゃん。感じでね。で、はい、たまちゃんが、おたけびが始まりましたな。ねで、宿泊も安いのたまたま、取れたので、だからそのアパホテルも通常だったらもっと高いらしいんだよ。もっと高いだからなんなんだろう、そこ。その日、何なんだろうね。あれかね、神様が作ってくれたのかね、ちゃんと行けるようにさ。なんかね、そこだけポツッとアパホテルもさ、すげえ安くて、なんか2万ぐらいするらしいんだよ、普段だと。それが、なんで5000円っていう感じでね、まあ5000円以上するとちょっとね、
行くのやめようかみたいな感じだったけど、5000円かと思って。だからプラスしてね、1万ちょいぐらいって考えたらさ、なんかあれね、なんか行った方がよくねみたいなね、感じになっちゃったわけよ、みたいな状態でしたな。そんな感じで、あとは動画の編集して、蚊に刺されて、蚊に刺されて終わったよ、みたいなね、一日でしたな。まあ、そのくらいになりますね。そのくらいなのか。てったまさん、空港のアパホテルはいつもそのくらいの値段ですね。5000円くらいなのかな。高松のホテルは高くないので、まあね、なんか、てったまさんからやったらさ、これ、やっつけたぞ。やっつけたぞ。やろう。はい。ね、言うからさ、そんなに高くないのかなと思ったんだけど、なんか周りのホテルね、ほとんど、あの、空港からなんか15キロぐらい離れてんだよ。なんか知らんけど、15キロぐらい離れてるところにどうやらホテルがいっぱいあるみたいだなと思って、これなんでなんだろうと思ったんだけど、ただ一個アパホテルだけは空港のそばだったんでね、じゃあそれだなと思ったの。で、アパホテルはそんな高くないホテルだって聞いてたんだけどさ、ただ今ね、なんかホテルめちゃくちゃ高いじゃんか。だからアパホテルもさ、通常だと2万するんだと思ったのがさ、5000円だったらいけるかみたいなね、感じになったんだけど、じゃあいつもそんくらいの値段で止められるんだけど、本当は高いんだよっていう演出が、まあいいや、それでも、なんとかなりそうな金額なのでな、みたいなな。てったまさん、シャトルバスで、街中まで来て宿泊した方が行動しやすいとは思いますが、そういうことなのね。もう土地勘ないからさ、わかんないじゃん、みたいな感じ。で、私的にはさ、小豆島に行きたいわけ。おっと思って。そうだ、だから最初の予定だとさ、数時間、ね、行って、で数時間滞在して、で、夜帰るみたいな、感じだったから、なんかね、よそに移動するつもりはなかったんだけど、もう宿泊するとなると、ほぼね、1日、半日、ね、観光できるような状態になったからさ、時間が延びたからさ、そう考えたらさ、おーっと、これは、小豆島に行けんじゃねえのかと思ってさ、私の夢の小豆島、これ、あれ、夢叶うぞ。これ生きてる間に夢叶うかもしれんと思ってさ、ちょっとこれは行かないとダメなやつだってね、夢が膨らんできちゃったわけよね。大樹さん。藤子さん、皆様こんばんは。本日も花粉症ダイヤです。ご苦労様でございます。てんたまさん、空港周りは何もありませんので、まあ確かにそうかもしれないよな。大樹さん、昼、晴れると花粉症が増えやすいので、鼻炎が起きやすいです。そうかもしれないね。今週はね、雨だから、大樹さん的にはちょっと過ごしやすい一週間になるかもしれないな。雪マークが出てるけどな。なのに蚊に刺されてるけどな。もう何なんだよ。天玉さん、小豆島ですね。ね小豆島だってさ、小豆島だと思って心躍らせてたらさ、小豆じゃねえの。天玉さん、大樹さん、こんばんは。大樹さん、左鼻が完全に鼻詰まりです。辛いな。今夜も花粉症ダイヤなので、アレグラン飲んでます。そうだな。詰まると辛いよね。高松もいよいよ花粉の魔の手が、
まだなんだね。なんだろう、花粉って北からこう下ってくるって、そういう感じなのか。全然、あ、そっか。なんか日本地図に書いてあったっけ？花粉が多いとかなんとかっていうのな。自分がほら、花粉症じゃないと見ないんで、それね。全然忘れてたけど、そっか。この時期になると、そんな日本地図になってたっけね。あ、そうだ、テレビ見てないかな。テレビ見てれば見るのかもしれないけど、テレビでその日本列島あった気がするよね。その花粉が多い少ないみたいなやつな。大工さん。レギュラーは朝と夜なので、飲んで過ごします。そうだね。大工さん、1日2回、ハートで見えない。飲むこと。そうなんだ。私もだから鼻炎の時な、花粉症じゃないけど、鼻炎だったんで、ね、アレグラは、病院で処方されて、ね、それを飲んでたんだけどさ。飲むとやっぱりちゃんと効くのが助かるよな。もうほんと辛い時はね、ほんと辛い時はさ、止まるのがね、鼻水止まるのが、まあありがたいなと思って飲んでたけど、ただあれ飲むとさ、鼻の粘膜がカッピカピになるっていうの、スースーしすぎちゃって今度は逆に、それが辛いんだよね。だからもうどっちを選ぶかっていう感じなんだけど、やっぱり鼻水が垂れっぱなしだとほんと何もできなくて、もうこの鼻水が出ないでくれるとね、まあいろいろとできるのでね、まあ、助かるよっていう感じで、もうどうしようもない時はレグラ飲んでね、過ごしてたよね、昔はな。っと、てんたまさん、自分は、タウロミンで乗り切ってますね。なんか今はね、いろんな種類の薬があるみたいで、どうやらアレグラは古いみたいだもんな。私、アレグラしか飲んだことなくて、アレグラしか知らないんで。今はね、なんか市販で買えるみたいだからさ、あ、そうなんだ、薬局で買えるんだと思って。だからまあ、いざね、鼻炎で困った時は薬局であれぐらい買えばいいんだな、病院行かなくていいんだなっていうことだけは覚えてたんだけど、なんかね、今花粉の薬はいろいろと種類があるみたいで、なんかアレグラは古いみたいな話を最近聞いた気がするね。大吉さん。噛みすぎかなで、鼻炎、鼻声となります。そうだね。今も鼻声です。そうだろうな。お気の毒様。てったまさん。小豆島に行くなら、小豆島、霊場第72番、奥の院、なんとかヶ岳が、取れ高あります。そうなんだね。いや、そもそもだからさ、小豆島行けるぞと思ったけど、どうやって行くんだ。それが問題だ、みたいなところに今ね、なってんだよね。高松空港までとりあえず行くじゃん。で、高松空港でうどん食べるじゃん。そこまでは夢叶うじゃんと思ったんだけどさ。そこからで、小豆島に行くにはどうやって行くのっていうところが今ね、課題なんだよね。まあ、それは近くになってから調べればいいやと思って、今日のところはとりあえずね、今日やるべきことやろうみたいな感じでね、そこで止まってんだよね。大工さん、鼻の息ができない場合もあります。できないよな。それにしても息苦しい、展開になってる。そらそうだな。大工さん、花粉症的には6月までなる見込みです。あ、そうなんだね。結構長いね、6月っつったらね、まだ3月になったばかりだもんね。3ヶ月ぐらい苦しむ感じか。それはしんどいな。たまちゃん、かわいい。全員いるのか。ふたはあっちにいるのか。かわいい。ゆりた映ってないけど、ここにいんちゃんか。で、ぐーちゃんいるじゃんか。まちゃんいるじゃんか。たまちゃんいるしな。で、くーたはあっちに
日だよな。2だな。なる見込み、天玉さん。小豆島は高松港からフェリーで1時間。往復1600円か。思ったよりかかんなくてよかったけど、高松港に行くのにまたかかるんか。そっか。いくらかかるんだろうな。天玉さん。島内バス乗り放題1000円です。そうなんだね。そんなにバス乗れるかな。大島で乗り放題のチケット買って失敗したからな。全然バスのね、運行してる時間がないんだもんっていう感じで、全然全くもって乗れなかったから買って失敗したんだよな。それにならないかね。大工さん。鼻詰まりだと口呼吸になってしまいます。花粉症の方が強いかと。薬より花粉症の方が強いことでした。なるほど。今も鼻がトナカイ並みです。今も口呼吸で過ごしてます。そうだろうな。それが3ヶ月も続くのか。それはしんどいな。天玉さん、高松港は街中から、琴電で5分くらい、歩いても行けます。高松港街中から琴電。じゃあわかりやすくはなってるっていうことかね。とりあえず動いて、そこのインフォメーションかなんかで、あずき島行きたいんだけどって質問したら、小豆島ですねって言われて、多分案内してくれるんだろうな、きっとな。天玉さん、大工さん、かわいそう。花粉症の人はね。だから、生まれつきっていうか、アトピーだけね、もう生まれた時からアトピー残って、ね、なんでそんなことが起きるかっていう説明を昨日動画で見て聞いてたと思うんだけどさ、そうなんだよね。おばあちゃんからなんだよね。3世代なんだよね。3世代っていうか、おばあちゃんの卵子から、関わってくることなんでね。で、おばあちゃんが、今のね、子供の世代のおばあちゃんが、いくつ7、80代だと、もうパン食、給食でね、パンでね、なんか食べさせられてたよっていう世代になるのでね、そうすると、もうそこから小麦が入ってきてるわけよね。で、お母さんも、そうでしょ。で、ね、もうそうなると、生まれた時から子供がアトピーっていうね、風になってきてしまうっていうので、だから、もうそれを分かった上で、もうその負の連鎖を断ち切るには、生まれてきた子供から、もうね、小麦立ちをするっていう風にすると、もうその先の世代からはね、そのアトピーの負の連鎖、断ち切ることができるよっていうね、話を昨日言ってたよな。で、何の話だったっけ何の話だったっけな。なんか思い出した気がしたけど、忘れたな。どうでもいいか。もう46分だった。今日は話のネタないし、ね、誰もいないし、どうしようかと思ったのに、気づけば意外と46分だったな。で、本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このゆりちゃんの上にかかりまくってるよ。シャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。そうだね。うちの母親も花粉症で結構ね、早くからなんか症状が出始めて、で、結構遅くまで症状が出るみたいな感じでね、そうするとやっぱり3ヶ月ぐらい、なんかうだうだ言ってた気がするけど、
そんな感じかなっていうね、感じだね。だから自分も鼻炎だったんで、その鼻炎の辛さは、まあわかるけど、ただその3ヶ月も続くっていうのはね、経験してないから、そりゃ気の毒だよなって思うよな。で、あとは、今日は、さっきね、リモコン、エアコンのリモコンを発送しましたっていうので、で、まあ、到着予定が発送日から2日以上みたいなね、感じだったわけよ。で、2日かと思って。で、早く届いたところでな、あさってぐらいさ、なんか雪の予報なんだよ。雪の予報なんだよね。おー、届くかなみたいな感じでね、ちょっとヒヤヒヤもんだよっていうね、感じなんだよね。あとは何があったっけな。あ、食べ物の話だっけ。ご飯食べきっちゃってね、昼のうちにね。で、お腹空いたな、どうしようと思って、で、ひとまず、スープでも作りますかと思って、鍋に水をね、入れたんだよね。で、結構いっぱい入れたんだよね。で、こんなに入れて私どうする気だと思って、あ、そばでも茹でる気だったんかなと思ったんだよね。早速買ってきたそば茹でちゃうかとかって思ったんだけど、おかず何もないんでさ。でね、今日納豆しか食べてないからな、野菜食べてないからなと思って、あ、そうだ、じゃあ冷凍してあるね、干し野菜ね、また解放して食べるかと思って、その鍋の中にさ、白菜の干したやつ入れたんだよね。で、どうしようかと思って。で、あ、そうだと思ってさ、白滝やったら備蓄っていうのか、買い込んであったからさ、そうだ、白滝あるわと思って、白滝入れっかと思って、ただもう寒くてお腹が空いてどうしようと思っててさ、早くあったかいもの食べたいよと思ったからさ、その白滝もさ、ざるにあけてね、水だけ切って、切らずにさ、鍋に入れたわけよね。入れちゃったと思って。まあ、なんとかなんでしょうとかって思ったんだけど、なんとかなんでしょうと思ったんだけど、やっぱりなんとかなんなかったよね。ダメだった。ああ、やっぱり白滝は切らないとダメだな。どうにもなんねえと思って。これどうすっかと思ったんだよね。だからキッチン用のさ、その食材切るさ、韓国人かなんかがさ、使うさ、ハサミ。まあ、あれなんだ、焼肉屋さんとかにもあるのか焼肉食べないからわかんないんだけどさ、ね、ハサミあるじゃんか、食材切るやつ。あれがな、うちにあれば、よかったんだけど、うちにないんでさ、ね、だから、これどうしようと、しょうがないと思って。まあ、噛み切れんだろうと思ったんだけど、まあ、噛み切れないよね。もうさ、ほら、弾力でボヨンボヨンしちゃってっからさ、噛み切れないわけよね。だからもうずーっと永遠に、もう白滝がなくなるまで、こう、飲み込むしかなくて、なんかさ、餅を飲み込むおじさんいなかった。餅飲むおじさんいなかったっけ。なんかそんな気持ちだったよね。ちょっと修行のようで、悲しかったよってね。もう今後、白滝は絶対に、切ってから入れると心に誓いましたよね。一日でございました。テンタはさ、まだ雪降りますか？そうなのよ。まだ雪マークなんだよね。大吉さん、花粉症の中、ラインディリアストップ、ありがとうございます。鼻ずるずる。テンタはさ、花粉症に耐えよく頑張った。感動した。本当だな、感動するな。花粉症だし、私は蚊に刺されて、顔腫れてるしな。もう感動の嵐だな、今日はな。もう、天束さん、涙なしにはこのライブ参加できない。大吉さん。鼻かんだ後でもたまに話
鼻血が出ます。気の毒に。テンタはさ、ありがとう。テンタはさ、お大事にね、もうかける言葉が見つからないな。というわけで、LINE でリアストップいただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの、じゃじゃん。いっぱい持ってる。今の私だな。だからなんか知らんけど、やることいっぱいある気がするみたいなな。で、なんかやってる気がするのに何やってたのか覚えてないっていうね、よくわかんない感じだけど、もういっぱいいっぱいのカードが出てきたな。ね、うん、10個も持ってんのか。そりゃいいな。それ、ポッキーだったらいいな。最近ポッキーあんまりね、美味しいと思わないんだよね。まあ、ビターのポッキーがあれば、それは美味しいと思うんだけど、普通のポッキーはちょっとね、あんまり最近美味しく感じないんで、ポッキーじゃなくて、まあ、トッポかな。トッポだったら美味しいかな。ワンド10。ワンド10。はい、今の私たちに必要なメッセージ、これ何なんでしょうかね。カニタンさん、テンタマさん、小泉首相の真似したカニタンさんしました。感動した。はい。タロットカードワンド10。大事な2つのポイント4。絵柄の意味、世界観。10本のワンドを男性が重そうに運んでいます。あなたは多くの理想や熱意を抱え込んでしまい、少しプレッシャーを感じているのではないでしょうか。あなたが重荷を背負いながらも達成したい目的はどのようなものですか。売上2万。テーマ、プレッシャー。ワンドの10。数字の10はレベルアップを表します。レベルアップを目指すために、多くの理想や熱意を抱え込んでしまい、プレッシャーがのしかかっている状態を意味します。10本のワンド。情熱や理想、目的の象徴。ワンドを運んでいる男性。10本のワンドを重そうに運んでいることから、自分の許容範囲を超えた理想や熱意を抱え込んでいると解釈できます。赤とオレンジの服。赤は自主性、オレンジは動的エネルギー。男性は自らの意思でワンドを運んでいる。街、理想や目的を達成するためのゴールを表します。ワンド10の物語。ワンドは火のエレメントに属する理想や目的、情熱の象徴。私たちの祖先はワンドを様々な用途で使用していました。ワンドを武器として使用し、生活の糧を得ることもあれば、火を起こす道具としてワンドを使うこともあった。ワンドは私たち人間にとって原子の力と言える。私たちが何かを行うときに必要なエネルギー。数字の10はレベルアップを表す数字。9で完成したことは10で、さらなるレベルアップへ進み始めます。次のレベルアップへ到達するために、多くの理想や熱意を抱え込み、少しプレッシャーがかかっている状態を表すカード。あなたがプレッシャーを抱えながらも成し遂げたいと感じる目的はどのようなものでしょうか。一緒に考えてみましょう。はい。今日、聖一だな。最近聖一か。聖一。あなたは今大きなプレッシャーを感じながらも自分の目的に向かって進んでいることを示唆します。理想や熱意を抱え込みすぎると、時には重荷になることもありますよね。しかし、あなたは理想を手放さずにここまで進んできたのでしょう。あなたが目指すゴールは、
もう視界に入っているはず。あと一踏ん張り、歩みを止めずに進んでみてくださいね。はい、了解しました。恋愛、相手の気持ち、仕事、転職、人間関係、金運読んでみるか、聖地だからな。金運聖地。金運はあなたが管理しきれないと感じるほど大きな資産を手にする可能性がありそう。やりました。最初は戸惑うかもしれませんが、いいえ、そんなことございません。焦らなくても大丈夫。はい。自分やあなたの大切な人たちの目的を叶えるよう、お金の使い方をゆっくりと考えてみてくださいね。なるほどね。大切な人たちの目標、目的な、なんだろうな。ウェイトの解釈。主な意味は圧迫。10本のワンドを両手いっぱいに抱え込んで、なんとか足を前に進めている。これ以上持つことはできないという様子。10本の大きな熱や理想を抱え込み圧迫されている。しかし男性は圧迫されながらも諦める素振りは見せません。自主性を表す赤と動的エネルギーのオレンジを着て、大きな熱意や理想に圧倒されながら目的地へ向かう意志を燃やし続けている。私たちは自分の力を押し量れずに、手に余るほどの物事を抱え込むことがあります。プレッシャーや重荷に負けてしまい、気持ち半ばで目的地へ向かう道が途絶えることもあるでしょう。一方で自分が心から成し遂げたいと感じる目的のためなら、プレッシャーを抱えながらも諦めずに前進できることもあるのではないでしょうか。自分の目的を達成するためなら、プレッシャーに負けず前進する強さも必要なのだと、教えてくれています。はい。というわけでどういうことだステップアップ。いっぱいいっぱいだけど、いっぱいだけど、レベルアップだねっていう感じかな。はい。楽しんでいただけてたら幸いでございます。これだっけしました。カニタンさん、わらわら。カニタンさんもぜひ高松へ。大樹さん。主に、ニタさん、こんばんは。カニタンさんか。カニタンさん、大樹さん、こんばんは。てんたまさん、大樹さんもぜひ高松の、ことでんに乗車してください。ことでんな。調べないとな。大樹さん、今、空気清浄機ついて過ごしてますが、花粉症の方が一番強いのでそうだろうな。生活が大変です。ほとんど鼻水出しまくり、鼻ずるずる。ね、何もしなくていいんじゃないのかな。寝てればな。大樹さん、てんたまさん、ありがとう。乗ってみます。てんたまさん、大樹さん、嬉しいです。そうだね。大樹さん、電車が好きだもんね。大樹さん、外出でも口呼吸のままです。マスク着用しても息苦しい展開です。ああ、そうだよね。てんたまさん、大樹さんは花粉症を乗り切らないと、YouTube 活動も相当しんどいですね。大樹さん、そうですね。目もかゆいと喉が痛いです。花粉症強いので大変です。やばいです。相当重症ですね。もう本当に。よかった。ああ、よかった。でね、唱えて寝てみてください。ちょっとはね、なんかいいことがあるかもしれないんでね。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、なんでここで寝るんだろうな。お開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、
お時間、お時はお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよ。このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。というわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい、いいとも。じゃんけんぽい。はい、ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。